今日はついにクリスマスツリーを飾ろうと思ってます。もうね、ちょっと12月に入ってしまってちょっと遅くなってしまったんですが、我が家もホリデームードに彩ろうかなと思っています。で、つい先日ノルディックネストで買ったものが、ようやく届きました。これを今からちょっと皆さんと一緒に開封していきたいなと思ってます。簡単にちょっと買ったものを説明しながらご紹介していこうと思います。うちのマンションで工事をしてるらしくて、騒音というか工事音がしてちょっとうるさい時もあるかなと思うんですが、ちょっとご了承いただけたらと思います。こちらのスノーマン雪だるまの置物です。これは DBKD というブランドのスノーマンクリスマスデコレーション。近くで見ると分かるんですけど、ドット柄が入ったデザインになっています。こっちは真っ白な雪だるまで、サイズが大きい子ももう一つ買ってます。これは11センチ、こちらの大きい方は 16.5 センチかな。なんか親子みたいで可愛いですよね。この DBKD っていうブランドはスウェーデンのブランドだそうで、ポットとか花瓶とかのホームアクセサリーとかを主に扱っているブランドだそうです。でもう一つ買ってますね。もう一つツリーも同じブランドで買いました。これ陶器でできているので結構ずっしり重いですと、3つとも。なんかこの3個丸が積み重なったシンプルなデザインがポテッとして可愛くて、このツリーも4つのコーンが重なったような形なんですけど、すごくシンプルなんですけど温かみがあるというか、丸みのあるデザインがすごく可愛くて、主張しすぎずでもちょっと家の中にクリスマスの雰囲気を取り入れたいっていう時にいいアイテムだなと思って買ってみました。これをどこに飾ろうかちょっと考え中です。可愛い。で、もう一つクリスマス用に買ったものがじゃじゃーん、アドベントキャンドルです。12月の1日から24日まで1日ずつメモリが書いてあって、毎日1回灯してクリスマスまでのカウントダウンを楽しむっていうキャンドルでできたカレンダーです。これがちょっと今年やってみたくて、といってももう今日8日なので8日分はもう燃やさないといけないんですけど、でもちょっとここからクリスマスまでのカウントダウンをこのキャンドルと一緒に楽しめるかなと思ってちょっとワクワクしてます。これはケーラーというブランドですね。ケーラー自体は陶器メーカーでキャンドルホルダーとか陶器とかを、作ってるメーカーらしいんですけど、そこが出してるアドベントキャンドルです。柄がねすごく可愛いんですよ。クリスマスの飾りオーナメントとかが一周描かれていて、落ち着いてるけどちょっとキュートな要素もありながらっていう感じですね。可愛らしいです。普段使うように買ったものが2点あるのでご紹介します。コースターセットですね。ゾンデンマークというブランドのものです。来客用とかも兼ねてセットで買いたいなと思っていて、その中でノルディックネストで良さげなものを見つけたので今回買ってみました。こんな感じでホルダーもついたコースターです。これ私コースター自体陶器だと思ったんですけど、シリコンっぽいですね。割れなくて良さそう。6枚のコースターがセットになってます。これすごいデザインがスタイリッシュなので、こうやって机の上に置いといてもあんまりインテリアの邪魔にならないかなと思って、パッとねここに置いといたらお客様に出す時にもこうやってスッと渡せたりするので片付けも楽そうでいい感じですね。カラーはワームグレーを選びました。他にもいろいろカラーありますね。ゾンデンマークっていうのはバスルームとかキッチンのアイテム、ミニマルなデザインを生かしたアイテムを数多く
提供しているみたいです。これはスカンジリビングというブランドのブランケットです。130×180 のウールフローですね。ベッドが今上にかける毛布がちょっとちゃんとなくて肌寒いのと、ちょっとインテリア的にもなんかベッドスローをかけたいなと思っていたので、今回白いこのウールのブランケットを買ってみました。こんな感じですね。フリンジが両サイドついてます。ウールってちょっとチクチクするものもあるんですけど、すごい肌触りがいいです。滑らかで気持ちいいです。すごいシンプルなんですけど、なんか編み目とかよく見るとその質感がすごく良くて、派手すぎずでもちゃんとインテリアに奥行きというか深みを与えてくれる感じがします。以上がノルディックネストの購入品紹介でした。この後はついにクリスマスツリーを飾り付けようかなと思ってます。午後はちょっと名古屋市の駅前の方かな、あと栄の方にお出かけしようと思っていて、久屋大通りですかね、久屋大通公園でやってるクリスマスマーケットを行きたいなと思っているのと、名古屋のミッドランドスクエアってところですかね。でそこでもクリスマスマーケットというか、イベントやってるんですけど、そこにケーテ・ウォルフ・ファルトのお店がやってくるらしくて、ケーテ・ウォルフ・ファルトって私が留学時代にお土産にドイツでクリスマスオーナメントを買ったんですけど、そこのお店と同じなんですね。これが当時買った箱、まだ取ってあるんですけど、そこで買ったオーナメントを毎年クリスマス飾ってるんですけど、ちょっとオーナメント後で見せますね。なのでちょっとなんか懐かしくて行ってみたいなと思って、で今年もちょっと1個ねオーナメントを買い足したいなと思ってて、愛知に引っ越してきたなんか記念というか、毎年毎年節目で1個ずつ増やしていけたらなと思っていて、でそれをこのケーヘ・ウォルフ・ファルトでもしいいものがあったら買いたいなと思ってるし、あとはクリスマスマーケットの方でいいものがあったら買えたらなと思ってるので、今日は午後お出かけしてこようかなと思ってます。IKEA のオーナメント、この大きい棒の IKEA のオーナメントですね。これとあとこれは先ほどお話しした通り、留学時代にドイツでこんなガラスのオーナメントもあるし、もう透け感は光もずっともう十数年大事に毎年使ってます。こういったキャンドル、これも同じお店ケーテ・ウォルフ・ファルトで購入してます。こういうのもいつか火を灯したいなと思いながらなかなか灯せず、オーナメントです。雪だるま、これもケーテ・ウォルフ・ファルトで購入した去年のフランスのパリとスペイン・バルセロナを旅行した時の、これがスペインのバルセロナで購入したオーナメントです。表面にゴールドでサグラダ・ファミリアの絵が描いてあります。パリのアスティエで購入したクロワッサンのオーナメントです。これらを飾っていこうと思います。
付けが完成しました。今年はゴールドと赤、あと白をベースにちょっと飾り付けてみました。トップには確かニトリで購入したお星様をつけてます。思い出のあるオーナメントをクリスマスツリーに散りばめて、今年の2025年のツリーは完成です。それではお出かけに行ってきます。今日の服装は先週動画でもご紹介したザラのアウターにユニクロのコーデュロイパンツで、もしかしたら結構寒いかもしれないのでマフラーというかストールも持っていきます。バッグはチェックをストールと合わせてこちらを持っていきます。それでは行ってきます。In one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle
クリスマスマーケットから帰ってきました。すごく良かったです。スペース自体はそのパリとかのクリスマスマーケットに比べると若干小規模ではあるんですけど、ツリーもすごく大きくて華やかで、出店もいっぱいあったし、オーナメントとか飾り、クリスマスの飾りを売ってるお店もあって、夜暗くなってからはツリーやその出店の明かりっていうのがすごくキラキラ輝いて綺麗だったので、飲んだアップルシナモンホットワインかながすごく美味しかったです。リンゴがシャキシャキ、食感が美味しくて、そこまで時間がかからず全体を楽しめる感じだったので、ぜひ週末とかのお出かけ、あとは平日の仕事終わりとかも行ってみるのすごく楽しいと思います。確か平日は16時からとかで、夕方からなので時間だけちょっと気をつける必要はあるんですけど、クリスマスといえば私の思い出はその小さい頃に行ったストラスブールのクリスマスマーケットがやっぱり一番思い出深くて、で私が人生で初めて行ったクリスマスマーケットっていうのがそのストラスブールのクリスマスマーケットだったので、この伝統的な木小屋で出店を出してたりとか、あとは街全体がね、本当にお店の外壁をすごく華やかに飾ったりとかして、街自体がそもそもすごく歴史のある街で、建物もすごく趣のあるというか、レンガ造りの建物とか本当に見ていて、すごく歩いていてすごく楽しい街なんですけど、その街並みがさらにそのクリスマスマーケットの雰囲気をより深めてるというか、味わい深いものにしてるっていう感じの、本当に素敵なクリスマスマーケットだったんですね。今でも記憶に残ってて、通りにかけられたイルミネーションの光のキラキラした様子とか、甘栗の香りとかからね、立ち上る湯気の感じとか、そういったものをすごく記憶の中に今も鮮明に覚えていて、大人になってそのストラスブールのクリスマスマーケットっていうのが本当に世界的にも有名で、クリスマスの時期にはいろんなところからそのストラスブールのクリスマスマーケットを楽しみに来る観光客の方がたくさんいるっていうのを知って、小さい頃にその特別な体験とか景色を見られたりとか得られたりしたことってすごく幸せだったなっていうふうに思うし、大人になった今ストラスブールに再び訪れて、特別なクリスマスマーケットっていうのを夫にも楽しんでほしいし、味わってほしいし、空気感を私自身ももう一度心と目に焼き付けたいなっていうふうに思ってるんですね。クリスマスのイルミネーションはスペインのバルセロナのイルミネーションがすごく好きで、サグラダ・ファミリアのトップの星のモニュメントをイルミネーションのデザインに使ってるんですけど、本当に綺麗なんですね。あれはもう一度スペインに行って堪能したいなと思ってます。スペインはすごくいい思い出しかないので、料理にしても人にしても景色にしても、ずっと見たかったサグラダ・ファミリアを見れたっていうその感動にしても、本当に1日しか行けなかった、1泊2日でしか行けなかったのがすごく心残りでし、バルセロナだけじゃなくってスペインって本当にいろいろな文化が年ごとに根付いてる街なので、スペインはもう一度スペインだけでもうしばらく数日時間とって旅行に行きたいなっていうふうに思ってる国です。フランスもね、地域ごとに南と北、東と西、もちろん真ん中の、エリアも本当に地域によって全然文化が違うし、景色も違うし、1ヶ月2ヶ月とかで訪れて、美しい街と文化をもう一度自分なりに体験して解釈したいなっていうふうに思ってる街です。皆さんにとってクリスマスの思い出とかってもしあれば、ぜひコメント欄でお話聞かせてください。そう、今日ケーテ・ウォルフガルトでオーナメントを買ってきました。こ
今年の愛知に来た記念のオーナメントは2025年オーナメントはこちらです。これにすごく目を惹かれて、可愛らしくて落ち着いた色合いが使われてて、これを買いました。ケーテ・ウォルフハルトのイベントもすごく可愛かったです。販売エリアはキュッとこじんまりとしたところなんですけど、クリスマスのオーナメントとか飾りとか、あとはくるみ割り人形とかたくさんあったので、すごく楽しめると思うので、ここもおすすめです。ということで今夜はこのオーナメントをツリーに飾って休もうと思います。
ワインも飲んじゃいますか。乾杯。乾杯。ハッピーホリデー。ハッピーホリデー。漬け込んだ豚肉。トマト確かに美味しい。美味しいでしょ。すごい合ってる。キッシュって生地がうまいよね。あ、パイ生地。わかる。メインは、ステーキとかだったかな。ああ、いいね。12時の年越しカウントダウンで
できなかった、あ、そうなんだ。部屋で寝ながらうんなんか道でね爆竹鳴らす人がいるんだよお祝いに。そうなんだ。それを、全然覚えてないよね。確かに怒涛ではあったね今年は。今年いろいろあったね。ちょっと早めのディナーですが、まあでもなんか早くやるのもいいよね。ね。なんかまだクリスマス本番あるみたいな。ね。うん。まあ別にさ、これをやったからってクリスマス本番をさ、うんやらないわけじゃない。確かに。クリスマスが2倍になったからね。 2倍楽しめるという。そう。この時期ってさ、なんかケーキ屋さんとか